近キュンとしたことを教えて。じゃああなたからどうぞ。わかんない。今一番行きたい国はどこですか？せーの。マイルズの目撃情報すごいんだよ。見て。あんま記憶にないから次。自覚ないよ私。そうなの。こんにちは、上野ありさです。今日はですね、夫のマイルズと一緒に Q&A に答えていくっていうのを結構前にね、やって結構時期が空いちゃったので、久々にやっていこうと思います。お願いします。お願いします。で、今日のリップは、ゲランのキスキス B グローオイル878番。結構ブラウンなんだけど、塗るとピンクみすごい。これ単色で塗ってます。いい感じ。はい。まあ、なんでリップの話しだしたの？いつも言う Q&A じゃないの？するけど、違その前う。にしてんの？リップ聞かれた時に何つけたか覚えてないからそういうこと最初に言っとくの。はいはい、皆さん質問たくさんありがとうございます。これ募集したのも結構前なんだけど、あ、すごいあるよ。ほら見て。やばいね。まず30分タイマー、いつもの Q&A と同じく30分タイマーをかけます。スタートで、これでもなんか前の動画見ときゃよかったな。同じようなの私すごい最近言われるの。ありさちゃんって同じ質問ばっかり拾いますよね言われるんだよね。覚えてないんだもん。あ、じゃあこれ、マイルズはどことのハーフ？アメリカです。そんなこんな感じ。いや、ちょっと早いやつをとりあえずはい一つでも多く拾はいいたいじゃん。これもてか今日答えることはもしかしたら過去の2人の Q&A で答えてるかもしれないんだけど、長いお付き合いから結婚に踏み出そうと思えたきっかけは何ですか？これ前やったよ。やった？やった。答えが変わってないんじうん。ちょっとあんま記憶にないから次。ゃん。ダメ。いやいや、それ覚次最初からさえ。ね、最初から結婚意識してた？何最初から結婚式してた？付き合ってすぐかあ、結婚意識してた？ら。うん。まあね、そりゃ。結婚意識してた。うん。いや、結婚意識はわかんない。マジ？もちろん。その前提でお付き合いをするでしょ。いつから結婚したいなと思った？それはわかんない。わかんないです。あ、記念日おめでとうございます。ありがとうございます。私たちバレンタインが記念日で、今年は一緒にマイルズはね、ちょっとお仕事で海外行ってたので、一緒に過ごせなかったんですが、相手のここだけは許せないところありますか？相手のここが許せない。ここだけは許せない。ここだけはほんまに直してっていう。直してじゃなくてもいい。ちょっと多めに見てとかでもいい。あ、自分のことってこと？まあいいよ、僕の言ってごらん。現場に対してのあなたのリアクションのこと。いいよ、言ってごらん。例えばあなたが僕に10個の項目をくれます、これをやっといてくださいってやるじゃん。でこっちは必死にやるわけじゃん。9個終わらせました。でも1個終わんなかったです。それでちょっと結構やってないじゃんみたいな感じになるのが、だって私は10個やってんだよ普段だからそこちょっと多めに見てよっていう、もしちょっと1個とか忘れちゃったら、だから私はそのデフォルトでなんか私がやってるのが許せない2人で半分こでしょ全部。いやもちろんそうだよ。あとまあこれもいい、マジで喧嘩みたいになっちゃうけど、言わなきゃできないのはダメだって。それは気づこう。別にやってるつもりだけど、2人の家、2人の子、全て2人のものなわけ。分かってるよ。で僕はだからちゃんとやってると分かった、あ思いますよ。りがとう9個やってくれて。言われて、だそういう取り方がいいと思う。わかる？でもじゃあその残りの1個はいつやんの？いやだからそれはそんな、あ、じゃあ9個やってくれてありがとう、あと1つもよろしくねがいいってこと？どうなんだろう。じゃあ10個やる気ないじゃん。いやいや別に10個やる気はあるんだけど、1つできなかったことに対してのてか10個も言ってないから圧が強い。そもそも 2,3 個やわ。いやいやね、その1個もしかけた時のちょっとなんでゴミ捨ててないのって心の感想、そう心にもっとゴミ捨ててよな寛大になってほしいかなっていう。分かったじゃあ頑張ってね、褒められるように。なんで俺だけ答えてるの？私が毎日に許せないとこあんまない。別に要所要所であるけどここだけは許せないみたいなポイントはないかも。やっぱり電池2個だ。ミニールズくんが生まれてから夫婦関係変わりましたか？何か気をつけてることあれば知りたいです。変わったと思うんだけど私。そう。あなたの意見を先に聞かせて。いや何夫婦関係が。そうだ。会話減った。てか2人の時間がもうこれは物理的にね、2人でいる時間がマジで少ないから、今日とか超久々だよね。まあマイルズもずっといなかったっていうのもあるけど、2人で顔を見合わせるっていうのがマジで久々で、息子が7時から8時の間に寝るんだけど、その後にやっと携帯とかいじれるわけよ、言ったら。そうなった時にそっからうちらもご飯食べてお風呂入って
ちょっと自分時間みたいになるから、で私は動画のチェックしたりとかさ、時間がかかる仕事をするじゃん。会話もなくない？あんまりな気がする。それがでもそれは多分ここしばらく僕がいなかったからまあね感じてるんだと思うけど、でも絶対変わったよ関係。あなたはどう思う？変わってないと思う？いいんだよ自由に答えて。いやもちろん私が別になんかつつくとかはないからどうだろう、変わったかな。でもそれは変わるでしょ、だって3人もう1人人間が増えたんだけど、けどやっと私はなんかマイルズとの時間欲しいって思えるようになったかも。ほんと最近。あなたいなかったからかもしれないけど、それまでじゃあ休み夜親が見ててくれるから2人でディナー行ってきなよとか言われても全然大丈夫って感じだった。なんかだったらお互い友達と会いたくないって感じだしだったけど、今はマイルズとの2人の時間ちょっと欲しいなみたいな風にやっと思うようになったかも。やっと、って感じ。最近キュンとしたことを教えてほしいです。じゃああなたからどうぞどうぞ。分かんない。キュンとしたことなんですかね。私にキュンとしたこと言ってごらん思い出して離れる前のことなんでそんなねじゃないよ。キュンとしたことある？キュンとしたこと、あなたは僕がそれキュンとしたことに心当たりがある？ないだから聞きたいない？私が息子を可愛がってるところとかさ、それは毎日ご飯をあげてるところとか、キュンとしないの？キュンとする。でも息子しか見てないでしょ。そんなことない。いや本当に、いやキュンっていうよりなんか感謝、幸せを感じてるその姿を見て、あなたとじゃあ写真撮ってね、戯れを見て幸せを感じてます。そういう時に今の瞬間をとどめとこうって言って写真撮ってね。私は最近マイルズが出張行っててミラノに行ってたんですよ。で結婚記念日バラバラでマイルズ仕事で私息子見ててみたいな感じで、別に帰ってきてからもご飯とか行ってないんだけど、でバレンタインもうこの話もうバレンタイン話いろんな動画で散々してきてるから過去の動画見てくださいって感じなんだけど、マイルズは本当バレンタインを私にとってすごい特別な日にしてくれて、だから籍入れたんだけど、で今年のバレンタインはミラノでなんか本当にねすごいチョコレートをちょっとこれ閉じないようにしてね。やめて、そんなすごくなかったら困る。すごいのいやなんだけど買ってきてくれてさ見てこのリッツ・カールトンのウェルカムフルーツのブドウとかイチゴみたいなチョコなんだけど、もうちょっと食べちゃってんだけど、これがブワーってあったので、めっちゃ美味しいんだけどねこれで、これとあともうそれもさすごいさ、さっきのも素敵なんですけど、私はこれがめっちゃ嬉しかったんだ。見て M と A って書いてあるチョコ、これをミラノから持ってきてくれて、でプラスミラノって言ったらプラダはさミラノが本店じゃん。プラダミラノって書いてあるじゃん。ミラノのプラダ本店でお財布をね買ってきてくれて、だから3月5日が今年一番いい日だからその日にお財布変えようって思ってるんだけど、ありがとう。そういうことをなんかなんていうのチョコを買ってきてくれたりとかその物質的なことじゃなくって物で釣ってるみたいな。違うよじゃなくってなんか一緒に過ごせないからってそれで終わりじゃなくって、なんか考えて買ってくれたんだなっていうのも嬉しいし、初めてさ2人で過ごしたバレンタインの時もスイスの出張帰りでスイスでチョコを多分それもスイスの Vlog で出てくるんだけど、チョコを買ってきてくれたりとか、なんかそういう思い出とさ紐づいてるじゃん。また違う土地だけど、だから嬉しかったしキュンってした。はい次、マイルズさんのテンション爆上がりになってる時が見たいです。いやー動画じゃない見せないだろうね。全然見せないっていうか、でも見なくなる普段からいついや思ったらどんな時爆上がりいいと思って。洗濯物畳みながら踊ったりしてるじゃんダーツしてさ友達と飲み行ってめっちゃ楽しそうって思って見てるよ。すごい楽しそうにしてるし、めっちゃふざけるんだけどねマイルズ。けどそういう一面は多分恥ずかしがり屋さんだから見せないからね。マイルズさんがアリサさんに過去一レベルで怒ったことありますか？あなた心当たりある？怒られたことマイルズに、ないないよね。俺もなんか感じてもあなたに怒ってないような気がする。どういうこと？感じて僕が怒りを感じたとしてもあなたにその助けてるような記憶はない。怒り感じるの？いやぶつかってきてよ。だとしてもぶつかってきて。私もぶつかり返すから怒られたことないかも。けど最近は普通に喧嘩する。前も私が言ってるのをマイルズが飲み込んで我慢して
終わって目つぶって終わってたんだけど、最近は普通にあなたも言い返してくるよねし、口調が荒い最近。何それ。なんか普通に結構オラオラしてきてんなと思って、こっちもだから火ついちゃうんだよね、さらに。なんか私は言葉にしてほしいんだよね、気持ちを。いいも悪いも。けどあなたは悪いは飲み込めばいいって思うんでしょ。そういうわけじゃないけど。尊敬するよ、そういうところ。けど私は口に出してほしい。あ、これ結構来てるんだけど、お子さんが生まれてからも夫婦で大切にしてることは何ですか？ない。ある。生まれる前から別になんか大切にしてることって何だ？あんまないよね。なんかうちらさ、付き合ってる時にめっちゃ聞かれたのがさ、長続きの秘訣はもうめっちゃ聞かれたじゃん。けど特になんか決め事のルールもないじゃん、あんまりないね、けどなんか私は多分意識しないと壊れちゃうなって思うから、家族になりすぎないようにしなきゃって。家族なんだけど、例えばマイルスと2人でいる時は息子の父親じゃなくって自分の恋人、分かる？言いたいことっていう風に意識をするようにしてる。子供が生まれるまでは無意識にそうだったけど、生まれたらやっぱさ、もううちらも2人とも脳が子供のことだけになっちゃうじゃん、だから2人でいる時の会話も基本息子の話中心だし、お互いがシェアするてか、もうアルゴリズム一緒だから出てくる動画もほぼ見たみたいなぐらい子供関連の動画とかばっかり見てるから、2人でいる時は意識しないとなっていうふうには思ってます。あなたは全くない秘訣、秘訣というか、意識全くなんか心当たりないかなと。いつもの YouTube 見てます。お互いの似てる部分はどこですか？これも前に話したと。嫌いなものが一緒。嫌いなものがなんか苦手な人だったり、そうそれマジ最初からだよね、うちら。その価値観って結構でかくない？なんか好きなものが一緒もそうだけどさ、好きなものってさ、ごめんね話奪い取ってなんかさ、好きなものってさ共有できるじゃん。じゃあマイルズが好きなものも私が好きになれるかもしれないし、別に最初から一緒に好きじゃなくていいじゃん。けど苦手ってさ、もう結構感覚的な部分でさ、これを苦手になってって言われて苦手になれなくない？好きにはなれても、だからその苦手が一緒なのはめっちゃわかるみたいな感じじゃなかった最初。なんかあの人ちょっと変じゃないみたいな、なんかわけわかんない人とかなんか言い合わせたりとかしたら、私も思ったとか俺も思ったみたいなのが結構、その苦手なアンテナが一緒みたいな。これ今人の話になっちゃってるけど、人だけじゃなくって、モラルの部分だったりとかが似てるから、それはすごい似てるなって思うよね。逆に好きはバラバラだね。逆じゃないというか、全く合わない。全く合わなく、そんなに突き放さないでよ全く合わなくはないけど、ほぼ合わない。そんなことないよ。息子さんの教育方針とか考え方で意見食い違ったりしますか？するね。学校をどこに入れるかは、食い違うっていうか、お互い育ってきたバックグラウンドが違うから、自分を生としちゃうっていうかさ、部分お互いない、なんか別にそれだけじゃないし、お互いのいい部分を息子に教えてあげられたらいいなって思うけど、自分がこうだったから大丈夫じゃんって思っちゃう。いろいろ私はわかる。例えばインターに入れるとかさ、公立に入れるとかさ、私はちょっと公立経験させたい気持ちがあるけど、別にマイルズがそれが嫌なんじゃなくて、マイルズはインターの良さとかも知ってるし、なんかそこは結構食い違うっていうか、どうするって感じだよね。今一番行きたい国はどこですか？いいんじゃないですか。せーので言う？あなたに寄り添った答えもできるし、私の希望もできるよ。何？僕にあなたに寄り添った答え、せーの、アメリカ。そうだね言ってよ、なんでじゃあ私が行きたい国行ける？私が行きたいところ、せーの、アフリカ。別に僕も行ってみたいと思う。アフリカ行きたい。しかもなんか息子連れてハネムーンアフリカが良かったって一生私言ってんだけど、サファリに泊まりたくて、これ息子いてもワンチャン行けんなって今思ってるから、歩けるようになったりとかでもしたらね、もうちょっとなんか物事を理解で1年後2年後とかだったらいけるかなと思って、だからまあ今一番行きたいところかってなったらアメリカ。弟に合わせたよね、あなたの。それが結構一番でかいかも。なんかマイルズのお父さん側の親戚とかもそうだけど、まずは弟じゃん、あなたにとって一番大事なさ。だからアメリカは2人とも行きたいなって思ってるよね、国で行ったらね。先日通勤中にマイルズさんを見かけたんですが、心の中でわーっと叫んでいましたマイルズの目撃情報すごいんだよね、本当に。多分背高いから目立つんだよ。分かんないけど背高いしさ、このまんまじゃん。化粧するわけでもないしさすっぴんだから気づかないとかもないじゃん。で別にサングラスかけてるわけでもないし、もちろんサングラスで隠れるか顔。
わかんないけどさ、でも視界に入った時にさ既視感があるんじゃない？やっぱあってなるんじゃない？わかる？そんな出てないよ他の人の動画にだけどすごい声かけられるんだよマイルズ。写真撮ってくださいって言われるんでしょ。いや申し訳ない気持ちで何度も聞き直すよ。僕ですかってお二人とも見かけたら声をかけていいですかって。もちろん声をかけてください。お写真は基本私は撮れるんですけど、たまにお友達とかといて急いでたりとか、本気でなんかお迎えで急いでるとかでなんか撮れないシチュエーションもあるんですけど、基本お写真とかも私は撮るので全然声かけてください。僕もそうですね、はい、友達といたらいや本当、いや声かけてもらった方が僕は気が楽。知らないで鼻くそとかほじってたら恥ずかしいから。恥ずかしいし、そうだよね。変なことしてたら嫌だから。けどさ、なんかもしさ、じゃあさ、あなたがさ友達といる時にさ「マイルズさんですよね」ってなるじゃん。で「はい」ってなってみんなが「うー」みたいなふざけるとする友達とかが、写真とかって言われたら友達に大丈夫？私とかってみんながそっか、それであなたのことを皆さんがよく思っていただけるんだ優しいいい旦那でしょ。いや別に普通みんなそうするでしょ。そう私はさ、別に私がこういうことやってるってみんな知ってるじゃん、友達がね。だからさ、基本なんかあんまり時間かかんないようにちょっと急いで1枚だけとか私がパッて撮って終わりとか、ごめんなさい今急いでるんでみたいな時もあるんだけどさ、それは友達も私たちは悪いなって思うから。だってその話をしてる時友達ポツンじゃん。なんかそれがなんか申し訳ないからって思うんだけど、私はだからそのシチュエーションがマイルズに来た時にマイルズの友達に申し訳ないなって私が思っちゃう。いや全然なんとも思わないけど。じゃあいいや。お互いの血液型が知りたいです。 A。O です、はい、バランス取れてます。そういうもんだね。 A と O っていいんじゃないの？そうなの？分かんないけど。彼氏にプロポーズしてほしいです。どうしたらいいですか？どうしたらいいの？答えはないです。人それぞれだもんだって。確かにこれうちら夫婦に聞くことじゃないよ。8年待つことになるよ。みんな結構聞かれるんだよね。だってどっちもあるじゃん。押されて告白っていうかプロポーズしようって思う人もいれば、押されてだるってなっちゃう人。そんな本当に難しい。人それぞれ。はい。かわいい。これ恋愛相談ね。おしゃべりカナディアン彼。私の話を聞いてくれなくて悲しいです。まだ2ヶ月どう伝えよう。彼が一方的に話しちゃってこと。そうで、私の自分が話しても。なるほどなるほど。彼はそれを感じてないのかな。やばい俺しか話してないみたいな。確かにもう気持ちよくなっちゃうんだよ。喋って自分が話すことが楽しくて、人の話を聞くっていうコンセプトがない人っているじゃん。事前に会う前とかから言ったらいいんじゃない？話したい。だから聞いてほしい話あるんだけど。今日すごい美味しいなんとかに行って、その話後で聞いてとか言うってこと。そう軽い重い感じで今日話したいことあるんだけどとかじゃなくて、面白いことあったんだけど後で話させてぐらいでいいんじゃない？そしたら。私も結構それやるよね。めっちゃウケる話あるんだけどさ、今話せるって言ってさ、あなたが今なんか仕事中とかだと送ってじゃあ帰ったら話すねみたいなのとか、そういうナチュラルな感じで言ってみて聞いてくれる彼。でもそれ毎回やんなきゃいけないのきつくない？いやでもそっから分かんないけどちょっとずつちょっと私に今話させてみたいな笑ってするとか。だから110が90と10みたいになって、こっちからちょっとずつ100ゼロね。100ゼロ。そうそう。なんかすごい素敵な、結構長いんですけど、私は22歳なのですか？若い。家庭環境の影響である13歳の頃から、結婚もせず子供も産まないと思い生きてきました。誰かと付き合っても何か思ったこともないけど、アリサさんご夫妻やミネルズ君を見てるとすごく温かい気持ちになって、こんな関係性の夫婦や家族なら素敵だなと心から思います。マイルズさんと結婚してよかったと思うことや夫婦関係の上で気をつけてること、この瞬間が好きなどあれば教えていただきたいです。長文失礼しました。嬉しいね。なんか考えて変わるから全然そう思ってたけど、例えば今回はありがたいことにさ、私たちがきっかけとかそうじゃないことでもいいけど、きっかけで考えて変わるから、なんかその絶対に結婚しない、子供もいらないっていう考えに固執しなくていいっていうか、一回そういう信念みたいなの思っちゃうと曲げづらくなっちゃうけど、なんか全然もう人も変わるし考えも変わるから、そこは今の私はこういう気分かも、でも2年後はまた結婚したくないかもしれないし、なんかそれで全然いいから、そこには固執しなくていいとは思うんだけど、夫婦関係の上で気をつけてることはある？いやでもね、これはね、あるって聞きながら私話すから、カナディアン彼って呼んだどうぞ。いやなんか、いやマジでもうこれはマイルズよ。マイルズのおかげ全てって思う。いないマジでこんな人。違う、答えになってないもんそんなのいないと思う。
じゃあはいあなたがじゃあそんなマイルズが気をつけてることとか。でもさっきと同じじゃんそれは。夫婦のなんか気をつけるなんだったっけもうさっき忘れちゃった。意識してること、前から意識してること。別に特にないで終わっちあゃうから。特にないんじゃんけどなんか私が今子供ができてマイルズの一番好きなところっていうか一番ありがたいところ好きなところはやっぱ本当に同じ感覚で子育てしてくれるところ、同じ気持ちで知らないことがほぼない。成長のことだったりとか、そう私が100見てるとしたら、例えば保育園とかも全部見たら私じゃ100見てるとしたら、だってさあなた出張中ブログ見ないんでしょ。早く通知も来ないしさ、もうそれどころじゃない見るの普通は。だけど100だとしたらだから95ぐらいの感じでやってくれてるし、離乳食とかも基本私が作ってるんだけど、作ってみたいって言ってくれるの。作ってないから口にしてるだけだけどね。絶対作らせるよ終わる前に。だってそれ作りたい。で私はなんかマイルズがやることによって時間もかかるし、なんなら私後片付けするのかなとかも後片付けもしてね最後それも含めた離乳食する。いやなんかでもすごいなんか目に見えてるわけだけど、その離乳食作りいいよ、だって2時間で終わるのが絶対4時間かかるから私やるよって思ってたけど、いや待ってよみたいな。マイルズは子育てをしたい人だし、離乳食って最初の1年だけじゃん。息子の長いさ人生100年時代80年時代100年のうちのさ最初の1年だけなわけで、20歳まで一緒に過ごすとしたらその1年だけしか、てか1年もないから離乳食半年ぐらいしかないわけよ。それを1回作ってみるっていう経験って今しかできないかなと思って、てかやった方がいいんじゃんやっぱりっていう風になって、まあ出張とかもついてたからまだやってないけどね、今度やってみるんだよね。その時も歌丸本に頼ってやる。だから私は子育てを一緒に本当にフルコミットで一緒にできてるのが一番いいなって思うところかな。これ答えになってるないけど、夫婦関係の上で気をつけてこの瞬間が好き。そんな感じ。あなたは？でもね、変わる、あなたが言った通り変わると思いますよ。13歳からって言ってるけど、そうだね、22歳だもん。私22歳の時だってマイルスとまだ出会ってないでしょ。うちら24で出会ったでしょ。でも22歳の時なんて記憶ないわ。働いて遊んで酒飲んでしかしてなかった。彼氏もいないし。じゃあそれじゃ答えになってるの。アリサさんに対して気をつけていることがあれば伺いたいです。何に気をつけてるのかな。気をつける、あるかな。でもさっきの夫婦の話になるのかもしれないけど、まあ子供の話だけで離れてる時とかもだけで終わらせないようにはしようとは思ってる。会話が分かる。あなたは大丈夫とか、あ、そうだね、そういうのをそうだね、それは確かに忘れてた。把握しておかないととは思ってる。そうだね、離れてる時もそうだし、産後もマイルズは私をすごい気遣ってくれた。産後だけ？今も気遣ってる。そうだけど産後なんてさ、もう頭の中お花畑っていうかさ、いきなり子供出てきてさって感じじゃん。はい、もうあと50秒なので残り2問。じゃあ2問選んで。はい、ちょっと電池がなくなったのでカメラ変えました。変な画質だな、なんか。はいどうぞ。面白いのがいい。何？あと2個だよね。はい、私の彼はスーパースロースターターで決断するのにすごく時間がかかります。ちょっと誰かみたいですね。私の家の更新を理由に同棲を始めましたが、今年中に結婚したい私、彼は結婚に踏み切れないんじゃないか不安です。決断力ない男とは決別するべきでしょうか。あなたどうですか？難しいね。これはね、きっとマイルズのことを言ってるんだと思うんだけど本当にそういうつもりで答えてみたら。でもそれで決別してたらこうなってないよ。てか決別するつもりなかった。そもそもなんかわかんない。その自分で何も決められないところとか、そういうところが許せない、本当にそれが許せないポイントなんだったら別に離れてもいいけど、そこがポイントじゃなくってポイントじゃないんだったら、私は別になんかそこに対してもうそういう人って割り切ってるから今も。だからそれよりマイルズと結婚したいとか一緒にいたいとか、マイルズの優しさとかの方が全然なんか比にならないぐらい上だったから、なんかそれが理由で決別しようみたいなのはなかったけど、この人は結婚したいんだよね。そう、年内にね。じゃあプロポーズしちゃえばみたいなさ、私もよく言われてたけどさ、いやしたってふざけて取られるしみたいな感じだったんだけど、どうなんだろうね。私だったら決別しないし、決別しなかった結果がこれです。だけどそのお相手がどんな方なのかっていうか、
そのお相手と一緒にいることのいる未来の方がスロースターターだったり全然決断をしてくれないことのストレスよりも幸せが勝つんだったら一緒にいたらいいと思う。なんかすごい白飛びしてるな思います。じゃあ次最後、どうしても意見が合わない時はどうしてますか？どうしても意見が合わない時、なんで笑ったの？思い当たるの？いやわかんないけ教えて。どどうしてます意見が合わない時は。何が言いたいの？いやあなたが折れてるの？うんそう？そんな自覚ないよ私。そうなのいや何に何に意見が折れる？割れる？意見が割れたらあなたが折れるの？そういうことなんだよ。だから何あなたが意見割れる意見が割れるって思ってるってことはそういうこと？割れないようにしてくれてんの？ありがとう。気づかなかった。そういうことなんじゃない？いや別にそういうことなんじゃない？ありがとう。そのままいて。はいはい。じゃあもう一口もぐらいどうぞ。じゃあ改めて好きになったところはありますか？はい。子供への愛情の注ぎ方というか。ちょっと嫌われてるけどね。でもそれを踏まえてさ、そうしつこすぎるのは踏まえてでもそれもあなたじゃん言ったらね。それがあなたの愛情表現だからさ、それがいいなと思う。改めて好きになったところ。ちゃんと向き合ってくれてる。改めて好きになったところか。別にずっと好きだよ。でさっき言ったことじゃない？子供に対だから結局お互い子供に対してだよね。よかったね。なんかさ、まさかさすがにさこの年月いてさお互いのこともう知り尽くしててささすがにそんなこと起こりえないって分かって結婚して子供を作ったけどさ、これでいざ子供とかできてさ全然協力しない人とかさ、愛せないみたいなのじゃなくてよかったねお互い。もう私は本当に息子に対してすっごいしつこいから自分でも思うぐらい、普通になんかちょっと嫌がられてるよね。ずーっと喋ってずーっとで私はどうにかできる限りその息子の前でスマホをいじらないっていうのを信念に掲げて頑張ってるから、もうこうやって向き合うしかないわけだから、ずっと本当にしつこいババアだと思われてると思うんだけど、もうちょっと大きくなって喋ったりするのも楽しみですが、はい、そんな感じで今日は久々に夫婦で Q&A をやってみました。同じような質問だったのかなやっぱね。ちょっともっと事前に質問見といた方がいいのかな。てかやっぱもうこれさ事務所とかに選んでもらう次から。だってさ俺がでもやりづらくなりそうだな。だけどさなんつうの結局そうね、第三者に聞いてもらう。第三者がそういうことね。そう確かにみんなが聞きたいことを代弁してもらった方がさあれだから、じゃあもし来年とかにまたやるとき、結婚記念日あたりにやるときはなんか事務所の人とかチームの人に選んでもらってやったりとかだと幅広く拾えるかもしれないので、例えばそれで答えられない質問は答えられないみたいな感じでやってもいいかなと思いました。ではマイルズありがとう、出演してくれて。ありがとうございます。こんなんでいいのかわかんないですけどね。でね、こうなるでしょ。私それがすごい言うじゃん、言うとね結構なんかあんまりそういうこと言わない方がいいって言われるんだけど、撮ってると不安になるでしょ、こんなんで大丈夫だったのかなって。もう最高の回でしたね。はい、最高の回をお届けしました。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。